今回の内容はリベリアを旅する13日間のまとめ。トラブルに始まりトラブルに終わるアフリカを自転車で旅する大変さ、それを一番感じた期間です。初めての水上スラム街、うますぎるリベリア料理、毎日地酒で飲みニケーション、そして後半走行負荷で歩き旅。自転車旅でしか出会えない魅力の世界がここにある。それでは行ってみよう。川だ。この橋を渡るとリベリアということだ。2023年8月4日午後2時、現在地は西アフリカコートジボワールとリベリアの国境にいます。これからアフリカ自転車旅10カ国目となるリベリアの旅が始まります。はい、今リベリアに入ってます。無事に入国できました。ビザの名前がジャカフミになってたりとか、ジャパニーズの綴り間違えてたりしてるんですけど、突っ込まれることなく賄賂請求もなかった。リベリアのビザはどこで取得するかによって価格が大きく違っています。結論から言うとコートジボワールにあるリベリア大使館が最安でした。ビザ代は60ドル約9000円なんですけど、この時米ドル現金を持ってなかったのでコートジボワールの通貨3万セーファーフランで払いました。リベリアビザを取った後は長距離バスに乗り、サイクリングしてきた道を戻るように移動して現在地です。そしたらリベリアの通貨両替したいな。リベリアドル誰がやってくれんのやろ。今ね SIM カードの設定をしてるんですけども、めちゃくちゃややこしい。リバティリベリアドル、通称リバティっていうんですけど、リバティ払いかアメリカドル払いかっていうのを選べる感じで、しかもその支払い方法によって得られるギガバイトインターネットのパケット数が違うみたいなシステムなんですよ。なんかリベリアドルアカウントになんか知らんけどログインできひんわどうしようみたいなこと言ってはって、もうアメリカドルアカウントでいいかみたいな、そんな感じになってますね。で僕今アメリカドル持ってない、このリバティしかないっていうことで聞いていくと、この1000リベリアドルが 5USD アメリカドル、1000リベリアドルが5アメリカドル。リベリアの面白いところは、まずこのように2つの通貨リベリアドルとアメリカドルがあって、銀行の ATM も2つあることです。アフリカ旅ではドルが必須アイテムなので、これは旅人にとってかなり助かるシステム。リベリアに来れば十分なドルの現金を手に入れることができます。これはインターネットを買う時のギフトカードのようなもので、左側に1アメリカドルと書いています。シールを剥がすと番号があるので、それを使ってトップアップを行いインターネットを買います。トータルデータ 6.5 GB。 Thank you very much。 ちなみに買い物をするとき、ほとんどの場合リベリアドルで表示されているので、アメリカドルでも支払えますけど、お釣りはリベリアドルで返ってきます。さあ出発。この先40キロくらいこの道路が続いて、ちょっとした大きめの町があるんですけど、そこが今日の目標地点。行けるかな。行けるだろう。頑張ろう。それではここでリベリアについて解説といきたいところ、大問題です。やばい、無理だ、走れない。自転車壊れた。またや。ハブがあかん。もうなんか早速死んだ。まだ変えて間もないけど、もうダメだ。タイヤぐにゃぐにゃです。今お見せします。ブレーキを外します。はい、外しました。
で外したんですけども、こういうことですよ。変形してる。もうでここ当たってるし、やばい。うわ、これはやばい。これやばいな。こんな変形する。やっぱりアフリカンクオリティっていうか、ヨーロッパのクオリティとは全然ちゃうな。もともとついてたやつはヨーロッパで買ったやつなんで、まあそれなりの頑丈なクオリティだったんですけど、こんなに弱いか。でね、さっき寄った村に自転車屋あるよって言われたんで、とりあえずのぞみわからんけどそれにかけて押して行こうと思います。押していけるかな。それすらも結構危うい状況ですけど、まあ1キロぐらいなんで耐えれるでしょう。治ってほしい。これだよって言われたけど、どう考えても自転車直せそうないやろ。ハロー。Are you Osman? Yeah. Osman? Yeah. Okay. なんとか国境の村に戻ってこれたんですけど、結局ここでは治りませんでした。分解してみると、ボルトが曲がっていたわけではなくて、ベアリングカップというこの部品が割れていたんです。1週間前、まさにこの部品を交換したところだったので、こんなに早く壊れてしまったことにびっくりです。すげえな、職人技や。ヨーロッパならね、こんなんやってくれんのかな。なんかハブを交換しろとか言われそう。まさにその通りです。やっぱりベアリングカップは交換するようなパーツではありません。ぴったり装着できたとしてもこういうトラブルになるので、ハブ全体を交換するべきなんだと今回で学びました。リベリアビザはシングルエントリー、1回だけの入国許可なので、コートジボワールに戻って部品を買ってくるということもできません。とにかく自転車は押して歩くこともできない状態です。だからリベリアの首都モンロビアまで相乗りタクシーで行こうと思ったんですけど、もし今から出発すれば深夜に着きます。でもこんな状態では着いた後にキャンプする場所を探したり移動することができず、寝ることもできず朝を迎えるという、それだけは絶対に避けたかったので、夜中に出発して朝に着くタクシーで移動することに決めました。乗用車の上に自転車と荷物を積み込みまして、今8時ですけど、これからモンロビアに向かいます。運賃は自転車込みで4500リベリアドル、3800円、4000円ぐらいかな。荷物を積んだ後、ここで夕食をとってから出発。道が真っ暗で撮影してないんですけど、このタクシー移動もトラブルだらけでした。トラブルがいっぱい起きてます。最初に乗った車がもう全然動かない、ポンコツすぎて、今3分の1ぐらいの地点ですかね。街に来たんですけど、車の乗り換え、違うドライバーの車に乗っていく感じになりました。眠ってものすごい大雨です。長い車移動を終えてモンロビアにやってきました。朝9時です。これ自転車屋の前ということで、無事に治るといいな。9時からここにいて、今5時なんですけど、ハブを交換するっていうめちゃめちゃ大掛かりな修理と前タイヤのメンテナンスもやって、トラブルは全部治りました。全部で40ドル、アメリカドル40ドル、6000円ぐらいですか。めっちゃ金使ってる。でも仕方ないよね。はい、とりあえずこれで安心して走っていけそうです。ここまでの出費で相乗りタクシーの移動費が約5000円、
自転車の修理費が約6000円という価格は皆さんは高いと思いますか？確実に言えることは、先進国なら同じ金額を出せばもっといいものが手に入るということです。でもここはアフリカ、山の山頂で買う水が500円するような感じで、ここではコストパフォーマンスという概念をある程度捨てなければやっていけません。これで200円ぐらいです。はい、おはようございます。ここはリベリアの首都モンロビアです。滞在している場所はこんな感じ。お金持ちのお家なのかな。家が3軒くらい集まった広大な敷地ですけど、そこの一角でキャンプですね。ヤギがいる。ここがトイレ兼バスルームまあ便座があるっていうだけね、なかなか珍しい、ありがたい。シャワーは温水は出ないです。水シャワー、シャワーヘッドがねついてる。すげえと思ったんですけど、まあわかりますかね、シャワーヘッド全然壊れております。はい、ここでですね、1泊なんと料金10ドル1400円です。モンロビア高いんですよ、宿代が。普通に最安の宿、室内で泊まるってなったら30ドルぐらいするよね。4000円超えるっていうのが当たり前ですよ。そんな中で1400円で安全に寝れる場所を確保できたっていうだけ、まあありがたいですね。それじゃあ準備していきます。リベリアの首都モンロビアにあるガーナ大使館の前です。今からガーナビザの申請に行ってきます。なんかほんまはオンラインで申請フォームを完成させないといけないんですけど、結構いろんな難しい項目があって、いけますか、ビザ取れますかっていうところからまず始まります。頑張ります。ガーナビザ申請の結果はできました。料金は70アメリカドル、約1万円で、これのためにリベリアに来たようなものだったので一安心です。2日後に受け取りということで、キャンプ場を延長してモンロビア滞在楽しみます。Thank you very much。パンバター250リバティ180円ぐらいかな。めちゃくちゃお腹いっぱいになるんですよ。I like it. Very good. さあ、それじゃあここはリベリアモンロビアの首都モンロビアのフレデリックアイランズと呼ばれるエリアです。これからモンロビアのスラム街、水の上に人々が暮らしている地区に行きます。すごい道やな。これがルートらしい。水の上の家というのは世界の大都市にはいくつかあるんですけど、イタリアのベネチアを除いて大抵極貧層が住む地区として水の上がよく選ばれています。陸地見てきた。ではなぜ人々は水の上に住むことになったのか。冒頭でやっていないリベリアの解説も含めてここでやっていこうと思います。Thank you. 水の上に生活している人たちのエリアですね。なんか航空写真で見てて興味深いなと思って、せっかく今日荷物置いて散策できる空き日なんで来てみました。リベリアは大西洋に面した西アフリカの国で、コートジボワール、ギニア、シエラレオネに囲まれています。面積は
だいたい関東地方と中部地方を合わせたような広さなんですけど、舗装された道が国内で実質1本しかないということには驚きでした。国旗からも分かる通り、アメリカの影響を受けていて、首都のモンロビアという名前は当時のアメリカ大統領モンローに由来しています。1847年、アメリカにいたアフリカ系移民によって建国され、奴隷から解放された人々が自由な国を築くという理念は国名にも反映されています。しかしアフリカ系の移民はこの地に住んでいたアフリカ先住民を差別したり、独裁政治や汚職を長く続けていました。その結果、約10年も続く内戦が起きてしまい、故郷を追われて難民となった人々は安全と仕事を求めて首都に集まりました。そして首都の中に住む場所がなくなると、彼らは川の上に家を建て始め、現在は約10万人が暮らす水上スラム街となっています。 Thank you. Thank you very much. So my name is Christopher Robert. So Christopher Robert. Christopher Robert. Christopher Robert. This is New Matadi. New Matadi. Is that New Matadi. name of district? Yes. New Matari? Yes. New Matadi Estate. Okay. New Matadi. New Matari SD. My pronounce is very bad. I like it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 . But yeah, thank you very much. Thank you. Okay, thank you. 英語が公用語なんですけど、こんな感じで独特な発音、リベリアン・イングリッシュという漢字、映像内ではそのあたりも楽しんでください。ということで、そんなリベリアにある水上スラムニューマタディ地区を散策してみましょう。今雨季なのでこう水の上に生活しているような感じになってるんですけど、乾季は水がなくなって、ほとんどなくなって泥みたいな地面が出てくるらしいですね。モーターバイクがアクセスできるんやな。来た道とはまた違うところかな。自転車を置いていかないといけないですね。こういう感じのルートになりました。これアカデミーって、これチャーチらしい。ここに自転車止めたんですけど、まああんまり長居せずに自転車に戻ろうと思います。滑りそうやし、なんかバランス感覚取れへん。アスレチックジムです。Good. Hello.すごいね。水の上の商店、マーケット。トタンで作った家。なんかもう芸術的やな。よっしゃ。こっちから繋がってんのかな。すごいな。こんな場所に住んでる。すごいな。この目の前のやつは廃墟な感じですね。誰も住んでないっていうか、もう捨てられた家って感じ。Hello. No route. Okay. Here. Okay. 優しい現地民。Here? よいしょ。ショートカットやって。足を洗おうとしてさ、めっちゃ深い。びっくりした。Thank you. Walk around? Yeah. Walk around and come back to academy, like church?
To the church? Academy Church? Woman, know the church? Academy church? Academy, yeah, church. I park bicycle there. You got to pass so. Ah, okay. This way. Thank you. Hello, thank you. Yeah, very good. Thank you very much. Okay. Wait for me, make sure the road good to you, yeah? Uh-huh.ここにスピーカーで音を出すってことは電気あるってことなわけないか。あれやね、ソーラー発電、太陽光発電ですね。電線とか、あ、でも電線通ってる家あるな。ほら、あそこにも電線通ってるわ。ハロー。完全に一方通行ですからね。ああ、だからこういうところがちょっとこう、どうぞ先にどうぞっていう感じの場所。テレビのアンテナかな、そんなんも引っ張ってきてる感じ。これはね、多分バスルームかトイレ、どっちも兼用かな。はい、I'm okay. I'm okay. Thank you. The water. Water, yeah. plenty of water. Plenty water. 元気いっぱい。なんか差別されるかな思ったんですけど、このエリアの人たちはあんまりそういうのないですね。白人言われない。うん。チャイナあんまないな。他の国の周りの国の方がめちゃめちゃ多いイメージでしたけども。さあ、もうぼちぼち自転車のところに戻りたいな。Can I go there? From here? Yeah, from here? Okay. Haha, okay. Route. No, here. This way. Okay. Oh, 子犬や。Hello. あ、なるほど。戻っていけそうな感じ。Hello. よっしゃ。Hello. これ。Hey, here. Good, good, very good. ありがとう、みんな優しいな。こういう風にされるとね、子供たちにドネーションお金くださいって言われることが結構多かったんですけど、そんな感じじゃないわ。Thank you. ただただ無邪気になんか絡んできてくれてる感じ。水の上に住む人たちの地区を見終わって陸の方に戻ってきたんですけど、ビールみたいなのを持ってね、酔ったら落ちそうになります。Thank you. What's your name? I'm Benedict. 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 Okay. Asahi. Oh, Asaki. Asahi is my name. Thank you very much. I like it. Yeah, it's nice. From here. Yeah, nice. これめっちゃ美味しいやつ。
はい、そんなわけで無事にガーナビザ取得することができました。オフィシャルだと5日かかるって書いてあるんですけど、モンロビアの大使の方々はすごく仕事が早い、できるということでありがとうございます。このねビザ申請が今までの西アフリカ旅の中では一番ややこしかったかなっていう体感なんですけど、例えばさ、フライトチケットはなんか地図を使って自分の陸路で移動していく旅程ですね、それを作成してもらったら大丈夫とかさ、リベリア居住権に関してはリベリアのビザを写真撮ってアップロードしたら大丈夫とか、ホストとかの情報は予約済みホテルのスクリーンショットで大丈夫とか、そういう感じで、あ、そうなんでいいんやっていうのがね、拍子抜けだった項目がたくさんありました。そんな大使の力もお借りしながら無事にビザを取ることができましたので、今からモンロビア出発していきます。本当のリベリア、また違ったリベリアが体験できることを期待してレッツゴー。リベリアのバイクタクシーさ、傘つけてるのがめっちゃ多いんやけど、リベリアほんまに雨多いなって思ってます。だからでしょうね。今日もね午前中めっちゃ激しい雨降ってたから、こういう感じで足元はゆるゆるです。べちゃべちゃ。カオスやな。右側のゴミがすごいです。西アフリカらしい光景だ。首都モンロビアから30キロぐらい離れてきて、かなりサバンナな感じ、のどかな風景になりました。お腹すいた。ちょっと休憩ですわ。What is this? Kiss me. Kiss me. Kiss me. Can I see? Kiss me. Ah, okay. Steak. A steak. Meat. Kiss. Eh? Is it okay? Ah? This is a shellfish. No, I'm gonna. Yeah. Ah. I understand. Kiss me. タニシみたいな貝、ピリ辛味美味しい。でもちょっとこれはいらんわ。Okay. What is this? This is how much each? $10. $10 each? I get two. Yeah. So this is two? Yeah, thank you. 何なんでしょうねこれ。バナナケーキ、バナナケーキ。ああ、めっちゃ美味しい美味しい。やっぱこういう村の市場が一番楽しいよな。It's not fresh. This is not fresh. When did you make it? Today? Is it today? All the same. Palm wine, yeah. Palm. Yeah, no, passava. Pass? Passava. Cassava? É, passava wine, não palm.
It's not palm. No, not palm. No palm wine. Cassava. Piaçaba wine. Cassava. パームワインだけどパームじゃない。リベリアでピャッサバと呼ばれるこれはラフィアというパームから取れるお酒です。Wow, very sour. Yeah. So much sour. Sour. No sour. Acid. They want a different wine, a piaçaba wine. Cassava. Piassava. Piaçaba. So they get different. They get the palm one, from the palm tree. They get the piaçaba one from the swamp. Okay. So they want from the swamp. 一般的にパームワインとはアブラヤシから取れる樹液のことなんですけど、パームは他にもデーツ、ココナッツ、ラフィアなどいろんな種類があって、それぞれ違った味のパームワインが作れるそうです。せっかくなんで1本買うことにしました。パームワイン。これで80円。めちゃくちゃ安い。OK。ソースアップをいただきましょう。続いてこちらはサワーソップという名前のフルーツです。見た目は気持ち悪いですけど、味はリンゴやキウイのようなさっぱり系。西アフリカで好きな果物の一つです。今日の目的地カカタに着きました。首都から65キロです。ビザを受け取ってからの出発だったんで結構急ぎましたが、なんとか間に合った。時刻は午後7時。寝場所を決める時間です。雨が降っても大丈夫な場所、できれば屋根の下でキャンプがしたい、そんなことを考えてサイクリングしていました。 No, today I stopped somewhere here. Yeah, today's dark. Finish today. I gotta camp. Sleep with my tent. Sleep In my tent. where things are sleep. Camping. Yeah, you get where Can I borrow your space? space while you sleep. Yes. For example, this is a good place for me. You can be. Camping. Yes. Is it okay? Yes. Thank you. Thank you. It's good. Very helpful. いやー、ありがとうございます。シャワールーム兼トイレ、バスルームってやつですね。こういう感じのスタイルで。よかった。安全な場所で今日も寝れる。ありがとうございます。おはようございます。朝7時です。やっぱりめちゃめちゃ大雨。Good morning. Thank you. めちゃくちゃ助かってます。雨をしのぎながらぐっすりと安全に眠ることができました。で、朝ごはんありがとうございます。うわ、めっちゃ美味しそう。いただきます。うまっ。レバーめっちゃ美味しい。That's plastic bag. Thank you. Good morning. Good morning.
This is a small gift from me. The gift. Sasop. Oh, unnecessary. Unnecessary. No, you can No. have that. It's for you. Oh. For your family. Okay, it's good. Yeah. It's good. Thank you. Thank you helping. You go. You can't buy here again. Someday. If you can't buy here. Someday. Someday I come back. Yeah. I saw Africa and Tiger too, so Okay. Goodbye. Thank you very much. Thank you. 雨がさ全然止まなくてもう2時なんですよ。やっと止んだな。まあそれにしても夜中から降り続けるこの豪雨の中、屋根の下でさ濡れずに済んで本当に助かりました。自転車をメンテナンスしたのは3日前。ここまで快適にサイクリングできていたんですけど、またも異変が起こりました。 Do you have a chain? Chain. Do you have a chain? Chain. No. No here. Okay. Yeah, yeah. What? One chain remove. チェーンがね古すぎてもう葉飛びっていう現象をめっちゃ起こすんですよ。全然進めないで、新しいチェーン欲しいんですけど20キロ進まないと買えない。だからここでチェーンをワンピース外して短くする応急処置をします。300リベリアンダラーズ250円ぐらいで。結果を先に言います。ここでは治りませんでした。葉飛びという状態の参考動画を見てほしいんですけど、これになるとペダルを踏んでもあまり進みません。原因の一番はチェーンが伸びすぎているということで、その分をカットして短くすれば一時的に治ることがあります。でも実は今回の異変はそこじゃなくて別のところ。これまた大変なことになるのでまた後で話します。それにしても人集まりすぎじゃないですか。いつも撮ってなかったんですけど、こういう状況の時お金をおねだりされることがよくあるんです。 Excuse man, Yes. you don't leave me like this. You need to give me some cash to eat. Bag man, bag, please. Bag. The bag. At least I love you to show you who can fix the bag and just change. And you are leaving to go back. So you don't leave me free and go. At least something give me to eat. Please. I don't have anything. I beg man, don't do that to me no. I don't remember you. I beg man, don't do that. Please. Isn't it joking? I'm serious. Oh, seriously? Because I'm not. It's my summer. Okay. I'm just asking you politely. You are very rude, man. I hate you. Goodbye. はい、ということでチェーンは応急処置でとりあえず治りました。まあ走れるでしょう。最後にあそこ出るときにさ、お腹空いてるからお金くれみたいなこと言われて、それがまたちょっとしつこくてさ、あかんない全然。あんまり乗ってないわ。はい、まあいいです。とりあえずあと20キロコトタっていう町まで。ちょっとチェーンが全然機能してない。うわ、わかりますかこれ。この音と噛み合ってないっていう。危ない。ほら、ここあかん。もう全然ダメです。踏み込んでも前に進まない。だからあと20キロ歩きます。そのうち日没になるからどっかでキャンプするか、相談できそうな人の家があったら
飲まらせてもらいます。よいしょ。お金払ったのにな、全然無駄だった。パームワイン、パームワイン。うわ、パームワインでも飲みながら今日ここでキャンプさせてもらえへんかな。はい、ハロー。How much is it? How much? The price. Yeah, I know this taste. I know. How much is it? That $100? Half liter? Half liter. Yeah, something like that. But how much is it? 50? It's good price. Yeah, I will get it. Yeah, I get it. なんか違うな。なんか違うわ。あんまりウェルカムされてない。Yeah? What? Sorry, say again? Yeah, actually, I want to look for the place to camp. I have a tent, everything. But you can sleep in room in house. No, I don't have enough money. So, sleep in a tent. It's okay for me. Yeah, if it's possible, under the shelter. Yeah. Under the shelter or under this here. Yeah, porch. Porch. You see, like in the porch. Okay, it's like a gate entrance. Here. This space. Yes. Oh, are you okay? To camp here? Yeah. It's okay. Very good, very good. I will take this. Yeah. I'll put this. Are you okay? Thank you. It's very helpful. Yes. Spin yourself for your camp. Yeah. It's Thank you very much. Go. Thank you. Yeah, actually the bicycle broken today. The chain broken. I cannot pedal anymore. So tomorrow walk to Totota and repair it. はい、おはようございます。昨日もこういう感じの室内、物置みたいなスペースですね。屋根があって雨をしのいで寝ることができました。昨日もめちゃめちゃ激しい雨でね、今朝9時ですけどまだ全然雨は降ってます。雲が分厚いですよね。でかいし、リベリアの雨季は本当に雨が多いです。じゃあ昨日に引き続きチェーンが壊れてるので、あと15キロほど、雨が止んでからですけど歩いて近くの町トトタっていうところまで移動します。Goodbye. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. それじゃあ出発です。雨もちょっと降ってるけどこれぐらいやったらいける。Good morning. Good morning. Good morning. Hi. 歩き旅っていうのもええな。たまにやったら。歩いてるからゆっくりとしたスピードで、またそれはいい絵が撮れてるんじゃないでしょうか。Good morning. Hello. 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 Welcome to Totota. シティホール書いてる。入り口、町の入り口に着きました。
Excuse me. Where is the bike shop? Where is the bike shop? Bike shop. Bicycle. When you climb the hill, Okay. you go in front small, you see the police depot. After the police depot, there's a dish that you see similar like this. Okay. You see the mechanic, Okay. you see the mechanic shop on your right. So you just be looking on your right, and then the first mechanic shop you will see. Now the first one you see is a car. Okay. It's for car. So when you go in front, the next one you see on the scene side, they can repair the accident. Okay. Okay. Thank you very much. さあ、会話ほとんど何言ってるか分かんないですけど、このリベリアなまり、リベリアンイングリッシュすごくなまってまして、とりあえず右側ですね、ライトサイドポリスステーション、ポリスなんとか言ってましたね。そこの近くにメカショップなんかそんなんがあるということで、それを見つけたらわかるでしょう。Yeah, I need chain. Yes. これや、これタイヤ売ってるし、いいね。Okay, how much? 500. Okay, 500. 500リベリアドルはだいたい400円。チェーンは普通1500円くらいする部品なので、ちょっと心配になる安さです。こうして2つを比べてみると、確かに交換する時期だったんですけど、これで問題は治りませんでした。それどころか、数日後、この安すぎるチェーンによってさらに大きな問題を抱えることになります。チェーンは交換できたんですけども、問題は治ってないな。これね、強く踏み込むとほら空回りするんですよ。これスプロケットっていうここが噛み合ってないのかなとか思ったんですけど、見た目的には噛み合ってる。でもここにはスプロケットとか売ってないっていう、ちょっと意外と大きな自転車トラブルですという、そんな報告です。どうしよう。車、バス、タクシー使う。お金使いたくないけどな。ちょっと考えます。はい。さっきの自転車のお父さんかな、なんかもうお金払ってあるからガンタ行きって言って、なんかそんな流れで今トトタっていう町なんですけど、130キロ離れたリベリア第2の町ガンタまで車移動する感じになりました。正直歩いていくって言ってもう、そういう宣言で出発してたんですけど、歩いて出発して町の外れまで来た時、後ろからオートバイに乗った男が追いかけてきて、車を呼ぶから待ってと言ってくれました。なんという親切、ありがとうございます。ガンタまでは行かれへんわ。半分70キロ地点の町に今日は行きます。 Thank you very much. Hello. Hello. はい、到着しました。ここはバンガっていう町です。もう日没7時ですね。車で約1時間 70km を移動して、時刻は午後7時。降りた場所の隣がちょうど警察署だったので、キャンプできないか聞きに行くと即答でノープロブレム。警察署の裏にテントを張らせてもらい、夕食を求めて町に出かけました。地元の人はカウソップと呼ぶホルモン煮込みぶっかけご飯です。味噌を使わない土手焼きのような感じ。
これがめちゃめちゃ美味しくて、しかも小さな村でも必ず誰かが作っている料理で、この日から毎日食べていました。リベリア料理と調べても出てこないし、首都でも見かけなかったし、ギニアやコートジボワールでも見なかったので、もしかしたらリベリアのこの地方だけの郷土料理なのかもしれません。はい、おはようございます。こんな感じで警察署の後ろでキャンプさせてもらいました。なんと朝ですね、シャワー浴びるか言うて借りさせてもらって、めちゃめちゃありがとうございます。それじゃあパッキングしてこのトラブルを直すんですけど、まずなんかこの町にも自転車屋があるみたいで、そこを聞いてみて、無理だったらガンタっていう大きな町、70キロ離れた町を目指して進む形になると思います。夫婦、It's called 夫婦。Yeah, cassava. Yeah, cassava. Cassava. Can I see it? The fish soup. 自転車屋に行く前に朝食です。キャッサバやヤムイモなどの芋を加工した食べ物で、この芋餅はアフリカ各国にあり、それぞれ呼び名が違います。こっちではフフって呼ぶらしい。キャッサバを練って団子にしたこういうやつですね。キャッサバってタピオカの原料なんで、巨大タピオカだと思ってください。美味しい。スープ、ソース、だしがすごい入れてる。美味しい。これで80円。最高な朝食や。お、自転車屋らしいものが見えてきました。飾ってるやん。この看板的にはなんかめっちゃスプロケットとかありそうやけど、どうなんでしょう。そしてそれを交換してこのトラブルが治るかどうかもやってみないとわからない。あかんわ。このね、ここのスプロケットっていう歯車のスプロケットね、これ7枚7スピーズ、これがない。6スピーズ6枚だったらあるっていう感じでした。残念。今いるのがバンガっていう町なんですけど、ここからリベリア第2の町ガンタまで70キロです。車で行ったら1時間ぐらい、値段は800円くらいで自転車も込みで運べると思うんですけども、なんかね、このガンタっていう町がもうほとんど国境手前で、リベリアも最後の町になるくらいの場所、まあ最後じゃないけど、とにかくそのなんかリベリアあんまりまだ楽しめてない、もっと楽しみたいっていう気分もあって、もうなんか70キロぐらいだったら 2,3 日かけて歩いてもいいかなっていう気分に今なってます。やっぱ自転車押して歩いてるからね、大丈夫かみたいな感じで止まってくれて、優しい声かけてくれた。大丈夫です。好きで歩いてる感じです今は。It's 5. You don't have 5? No $5 change. Okay. Okay. 1個5リベリアドルなので3円4円くらい、西アフリカでは一番安いかもしれんな。うまっ。11時から歩き始めて今2時半、3時間で15キロぐらい進んだんちゃうかな。この街で休憩します。あ、パンマイ飲んでるわ。あれええやん。Yeah, not You very want to big. see? Just small tasting. Yeah, taste. It's a little bit. Yeah. Yeah, I'm but just curious because this is the wood. The wood leaf. Yeah. Wood, yeah. Wood. Very small. Small. Okay, thank you.
Bên ngoài được cả. It's good. This is palm wine. Yeah. Vậy là phong mà phong này đúng không? Put it. Eh. It's smooth. But this is the price is different, right? No, It's same price. Same price. Yes. Okay. This cup 80. $80. Oh yes, please. $80.リベリアの人たちはボンボンツリーと呼んでいました。何かの木なんですけど、詳しくは分かりません。マラリア予防だったか治療だったか、とにかくマラリアに対して効果があるらしいです。 It's mild. Yeah, you can have seat. Thank you. I feel this is more mild than this. This is a bit sharp. Okay. The palm wine is too sharp, but it's very mild. Oh, okay. Yeah, they use that. Somehow. Now it's raining season, right? Yeah, this is So really much season. raining. Yeah, this Today is good weather. Yeah, today good day weather. But in Monrovia, rain is falling. Yeah, but this is the rural side of the country, so Okay. we can really experience rain. Okay. So Yes. coastal side, Yes, it's more rainy. Yeah. The coastal side, more rain can fall there. Yeah. You are welcome. This is our country. Yeah. This is what we do here. Yeah, I But like it. Yeah. In Japan, no, you don't do this in Japan. Palm wine, no. But Japan has original alcohol Oh, okay. called sake. Oh, okay. It's made by rice. What is Made it? by rice. Yeah. Alcohol. Yeah, alcohol. Made But by rice. yeah, they produce it through rice. How they call it? It's called sake. Sake. Yeah. It tastes like a rice wine. Okay. Rice wine. Yeah, it Okay, tastes the very good. Rice wine. Yeah, okay. いやー楽しかった。お腹空いたな。ご飯食べに行こう。Thank you. See you. Bye bye. Bye. I want to eat here. Yeah. Yeah, it's okay. Yeah. Yeah, thank you. I like it. Very good. And 1, 2, 3, 4, 5. okay, the soup, sauce. Ghé bữa trà bè trà ghé mọi người. Yeah, thank you. It's good. 200. Thank you. 牛もつぶっかけご飯いただきます。めっちゃうまい。Very good. うまいな。ランチしてたら大雨来たから、そう雨が止むまで待ってたんですよ。で今6時です。雨が止んであと1時間ぐらいだったら歩こうかなみたいな感じで進んでおります。I go to Ganta by walking tomorrow. Yeah, today sleep here with camping. Yeah, maybe this village. Yeah. Yeah, that tomato camp. Yes. Tomato camp. I gotta ask to allow to camp. Good guy. Thank you. Have a good day. I visit the village. Yeah. Okay. Thank you. 大丈夫かって声かけてくれたんですけど、ありがとうございます。大丈夫です。日没なので、このトマトキャンプっていう村、ここでキャンプをさせてもらえませんかというお願い。ここでキャンプできひんかったらどこでキャンプできんねんっていう名前の村ですね。トマトキャンプ。トマト食いたいな。
Oh, What now? ah, Bench up. ah. This one and up. Yeah. Thank you. I do. はい、おはようございます。トマトキャンプという村でキャンプさせてもらいまして、今朝の8時、目的地であるガンタの方に向けて進んでいきます。ペダルこぐことはできないけど、はい、下り坂なんでここだけ乗れる。もうすぐ上り坂ですけどね。さあ、やっとです。ガンタに着きました。自転車のパーツがあることを願う。この辺りがガンタの中心部、国内2番目の町らしいんですけど、これぐらいの規模がいいよね。やった、7枚歯車のスプロケットがあると言われました。Oh, this is 6. You have only 6. Yes. Are you looking for 7? Another shop? この街なら7速スプロケットも必ず見つかる。6速で妥協せず別のお店でも聞いてみます。 7 speed sprocket. Yeah, no 6 speed. No 6 speed. Only 6 speed. Yeah, no 6 Yeah, okay. 残念。自転車部品のお店はガンタにはもう他にないとのこと。そこで彼がある提案をしました。スプロケットの歯車じゃなくて内部の問題だから、分解して直せばまだ使うことができる。その構造がよくわからなかったので教えてほしい気持ちもあり、修理を依頼することにしました。 So, can you replace this? Yeah, no, you use this with this one. Okay. If it's completely fixed, Yes, repaired, I will pay 600. yes. But I don't. Yeah, I still don't know what is this. こうして分解してみると、やっとこれの原因が分かりました。スプロケットの内部にある爪のような部品、これが常に引っかかっていなければならないのになぜか機能していなくて、それでペダルを漕いだ時に空回りしてたんです。なんかもしかしたらこれで治るかもしれない。すごいな。でも最終的に壊れた爪はどうやっても治らなかったので、7速の代わりに中古の6速スプロケットをつけることになりました。そしてこの後に食べた夕飯がこちら。ビーンズのカレーみたいで美味しかったんですけど、でもやっぱりあれがないと物足りない。ホルモン煮込みぶっかけご飯。もうすぐリベリアを出国するので、食べ過ぎて苦しくても毎日いただきます。はい、おはようございます。ここはですね、リベリアの第2の町ガンタっていうところです。昨日歩きでようやくここに着きまして、自転車修理できるお店を探してね、たどり着いたところがすぐそこなんですけど、結局自転車修理はまあとりあえず応急処置みたいな感じで終わったんですよ。一応ね走れるかなっていう感じでちょっと分かんないですね。10キロ20キロ進んでみながらすぐ壊れる可能性は結構あります。で、僕の自転車7段階のスピードがついてるんですけど、応急処置なので6段階のスピードしか使えないっていう感じの、はい、そういう修理になりました。だからコードジボワールにもう一回入ったら早めに7段階のスプロケットっていうギアをね購入して付け替えるっていうのが必要な感じです。で、その自転車の後ろにこれ交番ですね。ポリスステーション、警察署かありまして、相談したらキャンプしていいよっていう風に言ってもらえたので、そこがちょうど署長室みたいな感じっぽい、その隣でキャンプさせてもらってます。無事に朝を迎えました。パッキング完了。ポリスステーションありがとうございました。さあ、それではガンタを出発しました。
国境まで80キロくらいあります。自転車の調子はですね、まあ早めに部品交換が必要。そのためにもコーチュボワールの街に行けば欲しい部品は手に入ると思う。なんでやねん、チェーン切れた。チェーンは買ってからまだ4日目です。こんなことになる原因は安い品質というのもあるんですけど、作業が雑すぎるということもあります。どこの誰もチェーン専用の工具を持ってなかったので、叩いたりひねったりしながら力ずくでやっていました。でも工具を持っていないのは自分も同じです。なので力ずくでチェーンをつないでみたんですけど、数分後また切れてしまいました。チェーンは一応直ったんですけど、2回外れて2回直したんですよね。3回目ならへんように慎重に走ってるから、大丈夫な感じかな。ちょっといろいろそういうので疲れたんで休憩ですわ。パーマイン。はい。You have change? Thank you. Hey, so you can drink. I want to provide a big cup for you with this cup. No, Then why not? I don't drink full. Thank you. Hey, get a cup. That is. Wow. No, there, fly for the man. 全然味違うな。さあ休憩も終わって再出発です。まさかリベリアに鉄道があると思わんかった。モーリタニア鉄道みたいにあれの上に飛び乗ったりするのはできるよとか言ってたけど、誰も乗ってなかったけどな。わからん。鉄道もそうやし、本当はもっと田舎のなんていうか民族色の強い地域とか行ってみたかったんですけどね。今雨季のど真ん中で舗装されてない道っていうのがほんまにほぼ不可能っていうぐらいのその道路状況らしくて諦めました。なので次リベリアに来る機会があるとしたら、寒季ドライシーズンに来て鉄道ってやつも乗れるんか知らんけどさ、乗れるんやったら、交渉するだけでも面白いやん。やってみたいなとか思いましたね。綴りは長いけどこれでサニコレって読みます。着きました。さあ遅めのランチです。シンプルアチェケ80円いただきます。安定のうまさ。さてサニコレを離れます。オフロードのスタート。国境までは70キロくらいあるんで、明日国境越えになると思います。この日の夕飯もやっぱりホルモン煮込みぶっかけご飯。小さな村でも食べられる定番のリベリア料理です。リベリアを出国すると食べられなくなりそうなんで、今日食べ抑えるかもしれへん。いただきます。 It's fine, it's fine. From Monday production. ありがとうございました。それじゃあ国境まであと60キロほど進んでいきます。昨日はこの村でキャンプをお願いして許可してもらいました。 Thank you very much. Okay. Thank you. よいしょ。Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. 帰
開始早々チェーン切れたわ。もうこの安物チェーンほんまいら。なんなんこのクオリティ。何が新品やねん、ほんまクソが。はい、チェーンは一応連結させました。復活させましたけど、もうクオリティの問題だと思う。とにかくチェーンが切れる瞬間は大体分かった。ギアを変える瞬間です。はい、またです。チェーン切れました。もう終わってるやん。ここがなくなっただけ？なんなんこの形、ほんまもう。これか。これが吹っ飛んだってこと？ギアチェンジとかしてないし、ただ坂道登ろうと強く踏み込んでただけ。それだけでチェーン切れた。もう嫌やこのセッティング、ほんま。これがアフリカの品質ですか。まあアフリカが悪いんじゃないけどね。これを作ってる国はどこなんでしょうかね。わからんけども、こんなクオリティのもん作んなよな、ほんま。はい、まあ直します。はい、とりあえず直しました。再出発です。チェーンはもうグダグダですけどね。アイスクリーム。はい、なんとかチェーンはギリギリうまいこと回ってます。ここはカンパラカンペラはい、リベリア最後の大きめの町かな。あと20キロで国境ですけど、とりあえずランチをいただきます。Thank you. Yeah. もうこれ売り切れだったけど残ってるお肉もらいました。めっちゃうまいわこれ。さて、ごちそうさまでした。美味しいランチを食べまして出発です。国境まで20キロ、こういうオフロードでガタガタ道っていうのを覚えてるんで、まあ2時間ぐらいかかるんちゃうかな。国境が閉まるまでに渡れたらいいけどな。20km とはサイクリングで2時間あれば移動できる距離です。でも実際にかかった時間は3日。このパートが今までで最も過酷な国境越えでした。もう今日は明るいけど限界や。ここで雨降ってきたか。なんでしょうね、これは廃墟の学校だと思います。ここでキャンプしてもらおう。こんなコンディションにプラス後ろタイヤパンクしました。ゆっくり空気抜けていってるね。泥だらけや。はい、おはようございます。体調不良。
早朝からですね、下痢が止まらん。もう2時間に1回ぐらい下痢ってまして、横になってんすけどね、ちょっと頭痛っぽい、微熱もあるかなみたいな感じで、もう5回も排便してます。ほとんど水です。何が当たったんやろ。パームワインかサソップか、どっちもかもしれんけど、まあ寝たらなんか楽になりそうな感じで、取り返しつかへんぐらい体調悪いわけじゃないんでね、もう少しちょっと横になります。おはようございます。昨日結局ですね、丸一日寝込みまして、もう何回下痢出たやろ。とりあえず今めちゃめちゃ元気です。なんか声変ですけど、お世話になりました。なんか廃墟の学校とかって言ってたんですけど、日付見たらこれ2023年7月13日ってなってるんで、今夏休みなのかもしれないですね。アフリカの学校はみんな椅子を持参するいう話を思い出しました。盗まれるからだそうです。はい、ありがとうございました。そしたら国境まで10キロ進んでいきます。うわ、もうダメだ。こんな感じです。終わってるわ。よいしょ。どういうこと？なんかこの先もっと道がやばいらしい。これよりやばいってどういうこと？車が陥没するレベル。サンダルクソめちゃくちゃえぐいわ。かなり粘っこい泥でサンダルは埋もれて脱げてしまいます。でも素足で歩くと石がめちゃめちゃ痛かった。やばい、過去最大にしんどい。これはやばいわ。泥はタイヤにくっついて雪だるまのように大きくなり、隙間に詰まって動かなくなります。そうすると 60kg の重りをただただ引きずっているような感じでした。すごい道や、ほんまに。ギニア、シエラレオネあたりもそうだったんですけど、この辺りの国の国境付近20キロ前後全然未舗装でさ、こういう道が続いてる。めちゃくちゃアドベンチャーです。やっとちょっとマシになった。2時間かけて5キロしか進んでない。着きました。国境手前の村です。やっと来た。2 weeks ago I was here. SIM カードここで買ったんですよ。同じお兄さんやった。国境手前のさ、露店こんな少なかったっけ？やっぱ道があんなんやからかな。とりあえず腹減ったわ、飯食おう。国境手前の村ではホルモン煮込みぶっかけご飯はありませんでした。初日にも食べたポテトグリーンという料理でリベリア旅の締めにします。さあ、めちゃくちゃお腹空いてる。昨日何も食ってへんから、ちょっと国境手前やから物価高いですね、やっぱり。これで300リバティ240円です。普通の町だと200やから160円ぐらい食べれます。いただきます。どうかな。でもこのでっかいチキン1個入ってるからな。
240円でもお得かもしれん。さてお腹いっぱいご飯いただきましたんで国境出国します。それじゃリベリア出国。ここまで長い時間ご視聴ありがとうございました。リベリアはどうでしたか？何か思ったこと、感じたことは忘れないうちに何でもいいのでコメントしていってください。次回はコートジボワール編第2章。前回フライト時間が迫っていて実行できなかった計画。ダンスで有名なあの部族に会いに行きます。無事にコートジボワールに入れてるんですけども、早速チェーンは切れました。チャンネル登録してお楽しみに。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。